犬神白地語。呪詛により術者に使役する賢霊犬神。この犬神を従えた術者を犬神持ちまたは犬神使いといい、術者が他人を憎めばそのものを直ちに苦しめ、術者が他人のものを望めばそのものを直ちに奪いに行く強力な式神である。白地語は地語分けと言われる昔の女性や子供の髪型で描かれた妖怪で、一説によれば犬神の家来弟子として従う犬神に噛み殺された子供の生まれ変わりと言われている。犬神は高知、徳島など四国を中心に西日本に広く伝えられており、犬神とこのようにも書かれ、地域により犬亀、陰亀、入神となまって呼ばれている。また犬下道、犬神ネズミ、スイカズラなどと呼ばれる地域もある。その容姿も様々に伝わり、その名の通り五兵を持つ神官の衣をまとった姿で描かれたり、袈裟をまとった僧侶の姿で描かれたりしているが、江戸末期の国学者岡組臣が書き残した博物書尋愛によると、体長一尺一寸のコウモリに似た姿と書かれており、モグラの一種とされ、目が見えず体には斑があり、尻尾の先端が分かれている異様な姿で、犬というよりは管狐やお先を思わせる姿である。その発祥にはいくつかの伝説があり、古くは古代中国の剣虎と呼ばれる犬の霊を恐れる風習が日本に伝わったものと言われており、源頼政が撃った妖怪ヌエの死体が4つに裂け各地に飛び散って犬神になったという伝説や、元の王将が九尾の狐の殺生石を砕いた際、上野の国に飛来した破片がお先になり、四国に飛来した破片が犬神になったという伝説。また弘法大師がイノシシよけに書いた犬のお札から生まれたとも言われている。犬神は犬神持ちの家の納戸のタンス、床下、水亀の中に飼われているとされ、術者は犬神の使役によりあらゆる願いが叶い、家が繁盛すると言われている。しかし逆に術者が犬神を使うのを躊躇し使わずにいると、術者自身が病気などあらゆる不幸に見舞われると言われ、必ずしも従順ではなく犬神持ちの家のものを噛み殺すこともあったという。この強力な呪いを持つ犬神を使役する恐ろしい方法が伝わっている。まず犬の頭のみを出して生き埋めにし、または支柱につなぎ、その前に食べ物を見せておく。犬は飢え、これを必死で食らおうとする。そして
犬が餓死しようとするその瞬間にその首を切り落とす。飢えた犬の頭は飛んで食べ物に食らいつき、これを焼いて骨とし、器に入れ辻道に埋める。人々が頭上を往来することで怨念が増幅し、同時に呪力を増幅させるのだ。そして犬神としてこれを祀る。すると永久にその人につき願望を成就させると言われている。また獰猛な数匹の犬を戦い合わせ、勝ち残った一匹に魚を与え、その犬の首を切り落とし、残った魚を食べるという方法もある。実際に巫女がこのようにして犬の頭を切り、腐った頭に群がった宇治を乾燥させ、これを犬神と称して売ったという話もある。この呪術は孤独、孤術、不孤とも呼ばれる孤独の術とよく似ている。孤独は100種の虫を集め、大きなものは蛇、小さなものはシラミと合わせて器の中に入れ、互いに食らわせる。最後の一種に残ったものを神霊とし、これを祀る。この呪術により欲望を成就させたり、この毒を飲食物に混ぜて呪い殺すという恐ろしい呪詛である。この残酷で強力な呪術孤独は、平安時代にはすでに禁止令が発令されるほどに恐れられていた。しかし密かに伝えられたこの呪術は、土佐の国で犬神となって再び世に現れる。錯乱状態の男たちが踊りわめきながら、次々と裕福な庄屋の家ばかりを襲撃するという怪事件が発生したのだ。役人は錯乱状態の男たちを捕らえたが、その男たちは犬神の術に操られていたという。犬神の呪術を恐れた土佐の国長宗我部氏は、このままにしておけば国が滅びると犬神の術を根絶やしにするよう命じる犬神撃書を発令。犬神信仰をしていた村々を取り囲み、火をかけて村人もろとも焼き殺した。それにより犬神の術は途絶えたかと思われたが、弾圧を逃れた人々が西日本の各地に漂泊、または移り住み、その呪術は密かに伝えられた。この犬神が人に取り付く際は、耳や指先から体内に入ると言われており、取りつかれた人間は熱にうなされ、体のあちこちが痛み出し、嫉妬深い性格になる。大飯ぐらいになる。ふらふらと歩き出す。あらぬ妄想を口走る。犬のように吠え出す。など、心身に様々な症状を引き起こす。また、犬神の呪詛により死に至った者は、体に犬の歯型がついているとも言われている。
中にはノコギリに取り付いたという話もあり、そのノコギリは切れなくなり使い物にならなくなった。犬神の恐ろしいゆえんはそれだけではない。犬神持ちの家は犬神筋と言われ、その犬神持ちの術者が死んでもその一族の誰かに継承される。主に女に取り付いて、その子孫にも世代を追って離れることがなく、犬神持ちの家では家族の人数だけ犬神がつき、家族が増えるたびに犬神の数も増えると言われ、犬神筋の家は富栄える一方で、飼い方祭り方を誤るとたちまちに霊落すると言われている。恐ろしいたたり神を祀る家として人々からは非常に恐れられ、忌み嫌われる時代もあった。また犬神に取り憑かれた被害者とされる家も同じく犬神筋の家と言われる場合もあり、西洋の魔女狩りのように言われなき差別を受けてきた。犬神に疲れてしまうと、その病は医者では治すことができず、原因不明の病として扱われ、祈祷師や行者による祈祷で落としてもらうより他に方法はなかった。徳島の県民神社は現在でも犬神付きを払い落とす日本随一の神社として有名である。逆に犬神を祀る神社もある。しかしこれまでに紹介してきた呪詛の犬神とは全く異なる犬の神様である。埼玉には山犬、日本狼をお犬様と言って祀る三峯神社がある。この三峯神社ではお札を受け取る際にお犬様を借りると言い、家難や盗難よけ、農作物の害獣よけにご利益があり、狐つきもこのお札を近づけるとたちまちに落ちると言われている。愛知には犬の王を祀る犬神社がある。この犬神社では安産、子受けや厄除けのご利益があり、この犬の王は山伏の祈祷で洪水から村を守っていた犬の絵であると言われている。円神退治の疾平太郎や早太郎のように、古来から人間の友人として共に歩んできた犬。恐ろしい呪術で呪物とされ、人間の欲望に刺激した犬神。人を呪わば穴二つ。その行いは必ず巡り巡って帰ってくる。真実の有無にかかわらず、術者のまたは犬神に疲れたと言われるその子孫への言われなき差別が呪いのように降りかかるように。神は神として、呪いは呪いとして、その恐ろしい呪いはた
ち切らなければならない。